忍、頭おかしいんじゃないの？みんな純粋な心を持っているのよ。国の後進よ。純粋な心だって？そんなのみんな知ってるだろ。こいつらはお前だけに忠誠を誓ってる。本当に忠義深いね。私はちょっと言っただけ。今あなたが危ないって言っただけ。彼らの首をちょっと使わせてって言っただけ。さて、どうなったと思う？彼らは自分から首を貸し出してきたのよ。こいつらが死に、お前も死ねば、チェムの朝廷は盤石になる。あんたたち、絶対にろくな死に方できないわ。絶対にろくな死に方できない。あんた、今すぐ死ね。吉王子のために、行為を支えるために、必死で尽くしてきたのに、結局、こんな結末になるなんて。もし人生をやり直せるなら。お嬢様、まだ熱があるのに、今は書かなくていいですよ。魚内。お嬢様、冷えてきましたね。何か羽織ってください。菊骨はひどすぎるよ。綾乃姫だって、白川家の嫡女なのに、食事までケチってるし。お嬢様が熱出してるのに、薬も出してくれないし。もしお嬢様に何かあったら、白川家が絶対に黙ってないよ。私、まだ玉仏寺にいるの？まさか、私、生まれ変わったの？今って何年なの？お嬢様、具合は大丈夫ですか？今は、天元28年です。天元28年。お嬢様、病気がもっとひどくなったんじゃないですか？すぐ住職さんを探してきますね。お医者さんに見てもらえるよう頼んできます。いらない。本当に。私、本当に生まれ変わったんだ。前世で、獣の白川夫人に、不仏寺で修行させられて、苦しみ尽くした。今は、朝倉義信はまだ皇太子になっていないし、ミランもまだ、白川家に預けられている自前嬢だけ。よかった。今なら、全部取り戻せる。生まれ変わったの？お嬢様、熱で変なこと言ってるんじゃない？でも熱はないよ。きっと空腹で、ちょっとおかしなこと言ってるんですよね。まずは何か食べてくださいね。ひどい天気だな。全身泥だらけになっちゃったよ。お嬢様、体調がだいぶ良くなったなら、庭で薪割りしてきてください。部屋では毎日木を焚いてるから、前にお嬢様が割った薪も、もう残り少ないですよ。こいつだ。前世で、ヴィランが紅葉を使って、私に薬を持った。私の身を汚した玉野は、私を守るために、身を汚されて、命を脅した。紅葉、お嬢様はまだ具合悪いのに、あんたみたいな下働きが、なんでお嬢様に仕事やらせるのよ。お嬢様、桐原嬢がずっと人を使わせて、お嬢様の体調を気にしてるみたいですよ。自分が代わりに、寺で清修したいって、白川夫人がずっと邪魔してなければ、今頃桐原嬢は、不仏寺でお嬢様の代わりに苦労してたはずよ。そう？そうそう。でも構想が言ってたの。お嬢様は天赦の個性の、運命なんだって。それに桐原嬢は、生まれつき複製なんだってさ。二つの星がぶつかると、すごく不吉になるってさ。だから旦那様と奥様が、お嬢様を家に帰らせないんだよ。嘘ばっかり。お嬢様が災いの星なわけない。私がデタラメ言ってるって？じゃあ、どうして全夫人があんなに早く亡くなったの？全部お嬢様が不幸を呼んだからでしょ？お嬢様のせいで死んだんだよ。無礼女の。私のことは、下働きごときが、口出しするな。私は幽霊とか神様なんて、全く信じてない。私が信じてるのは、白川家屋敷の綾乃姫ってことだけ。私がいる限りは、この嫡女の座は、私だけのものよ。綾乃女、お許しください。私めは、つい口が滑ってしまいました。決して恋ではありません。私めな、悪うございました。二度とこんなこと言わないで。もしまた言ったら、容赦しないからね。はい。私めが悪うございました。前世は、母さんが亡くなってから、ターさんは白川夫人を後妻にした。白川夫人は、私の命が鎧と理由をつけて、白川家から出て行かせた。不仏寺で、丸々5年もいた。15歳になった時に、白川夫人が命じて、私を白川家に戻し、私の結婚を取引に使おうとした。傀儡なんてごめんだった。ありとあらゆる策を巡らせて、手を尽くして、朝倉義信王子を
東宮の座につかせた。まさか、全部桐原ミラのためになってしまった。桐原ミラ、朝倉義庭。天の私にやり直す機会をくれた。もう一度人生をやり直せるなら、私を傷つけた奴らは、少しずつ、何度も切り刻んでやる。よない。はい。思い切り平手打ちしなさい。何を口にしていいか、何を口にしてはいけないか、分からせてやって。綾乃姫、私は白川夫人の使いよ。なんで私を殴るの？こいつを放り出せ。いつから下女風情が、私の前で好き勝手できると思ったの？ママの、やめなさい。離せ。東洋。この平手打ちは始まりに過ぎない。私は見てみたい。怒りに任せて、桐原ミランを先導して、どんな手を使うのか。話して。私が誰の人間か、わかってるの？そんなの関係ない。今の主は、綾乃姫だけよ。あんたくらいバカじゃなきゃ、まだ彼女を綾乃姫だと思ってるのよ。言っとくけど、白川殿の状況はすっかり変わったのよ。今じゃ白川綾乃より、藤原城の方がよっぽど寵愛されてるわ。玉野、あんた、無視を間違えたね。あんた白川綾乃。よくも今日、こんなに私を侮辱してくれたわね。絶対にろくな死に方しないでよ。急ないこの調子じゃ、今日の晩ご飯は食べられそうにないな。いい加減にしてよ。こんなにいっぱいの服があるのに、雨まで降ってるのに、どうやって全部洗えて言うの？ほら、こんな綺麗な手が、霜焼けになってるじゃないか。天の城、消そうよね。言わなくても、達しがつくだろ。綾乃様は先進官の着女なんだから、そんなことして、白川家に責任を問われても怖くないの？そんな脅し、聞かないぞ。白川家なんてさ、もう5年も経った。綾乃様のことを一度でも見に来たか？責任を追及する気か？帰れるかどうかは別の話だぜ。綾乃様に言いつけてやるから。あんた。白川家は綾乃様をまるでゴミみたいに扱ってる。言ったって無駄だろ。お前ら主従が俺に許しを請う瞬間を楽しみにしてるぜ。お前。俺の言うこと聞いて、いっそ素直に俺のものになったらどうだ？俺に従えば、ちゃんと食べて、暖かい服も着られるぜ。少なくとも寒い日にこんな場所で洗濯しなくて済むぞ。離して！およんし、やめなさい。綾乃様、どうして外に出てこられたんですか？早くお部屋にお戻りください。何するつもりだ？ここは仏門の青春の場よ。私が無礼なんてするわけないでしょ。わかってるならいいわ。無礼なのは、お前だ。お前、よくも俺に手を出したな。信じないなら、住職に言いつけてやるぞ。お前らなんて、この寺から追い出してやるかな。はあ、いいわよ。行けば？私、白川家の着女が追い出されるのか？それとも、あんたみたいな死肉層が追い出されるのか？楽しみにしてるわ。さっさと出て行け！お前ら、待ってろよ！待ってろよ！お嬢様、本当に申し訳ありません。全部私が悪いんです。前世は、玉野が私のせいで東堂に身を任せて、悲惨な最後を迎えた。今世は、絶対に玉野に同じ悲劇を繰り返させない。中に入りましょう。精神びしょ濡れじゃない。ほら、これで手を温めてね。最近、雨や雪が多くて、うちの部屋の炭ももう足りなくなってきたね。これを持って厨房で食べ物をもらってきて。それから寒さや熱を和らげる薬ももらってきて。お母様の形見です。そんなことできません。ただのものよ。もしお母様が知っていたら、これで私が困難を乗り越えられたと、きっと喜んでくれるはずよ。全部私のせいです。バカね。チーロンは、ケボの白川夫人から金を受け取って、私たちを陰で苦しめてるのよ。たとえ彼の望み通りにしても、どうせすぐ裏切るわ。これを持って行って、交換してきて。
もうすぐ、絶対に白川邸に戻れるから。本当に？本当だよ。行ってきなさい。ジョナ、もしこっそり東堂に会いに行ったら、今後、もう私のところに戻ってこなくていい。キャマノはそんなことしません。王子様、どうしましたか？なんでもない。そうだ。この部屋には、誰が住んでいるの？白川家のものです。白川家屋敷の綾野姫です。白川綾野です。白川綾乃か。お嬢様、かすりももらってきましたよ。食べ物もいっぱいありますよ。文章肉、蜜漬け馬蹄ケーキ。豆腐スープ、それに、七宝ゴミがゆもあります。お嬢様、どうぞ先にお召し上がりください。天野、ツオって一緒に食べましょう。お嬢様、玉野はもうお腹いっぱいです。厨房で饅頭を2つ食べたので、もう十分食べました。座って一緒に食べて。こんなにあっても一人では食べきれないから。ありがとう、お嬢様。どうぞ。お嬢様、ごめんなさい。間違っていました。ありがとうございます。お嬢様、私は間違っていました。お嬢様、この前は、つい余計なことを言ってしまいました。私、間違ってました。お詫びに、わざわざ山まで薬草を取りに行きました。どうぞ、早くお飲みください。そこに置いて。お嬢様、かすりは温かいうちに飲んでください。冷めちゃうと、引き目がなくなっちゃいますよ。そう気づかれたんじゃないかな。そうです。もし私のことが信用できないなら、私が先に飲んでみますね。お嬢様、かすりは飲み終えました。では、先に失礼します。待ちなさい。何かございましたか、お嬢様。これ、あなたへの褒美よ。やばいの？どうしてお金を持ってるの？ありがとうございます。お嬢様。この前は私が急ぎすぎてしまったわ。安心して、家に戻ったら父にちゃんとお願いするから、きっと大切にしてもらえるわ。ありがとうございます、お嬢様。それでは、下がらせていただきます。行きなさい。お嬢様、闘病は？もう死んだも同然よ。ほっとけばいいわ。豆燕豆、桐原嬢、全部うまくやりました。でも、綾野様がちょっと疑ってました。私が先に飲んだら、やっと飲んでくれました。やはり私の思い通りになったわ。100。持っていきなさい。ありがとうございます、桐原嬢。おやん尊上の分は、もう届けた？桐原嬢、ご心配なく、もうチード総長のお酒に入れておきました。よくやったわ。もういいわ。行きなさい。白川綾乃。どんなものか見てやろう。まだ精錬ぶれるのかしら。これは見物だわ。もっと人を呼んで、賑やかにしよう。林奈阳、林奈阳。霊内容。恨まないでね。冷たいことするけど、あなたが汚れれば、やっと、公爵城の信頼を得られるから。美人さ。来ないで。言っとくけど、私は綾野姫よ。
ないで、来ないで。どいて。大変だ、住職様、大変です。どうしてそんなに慌てているのですか？あんた、どこの家の子なの？そんなに騒いで、行儀が悪いわよ。私は、白河邸の綾乃姫の次女です。この方は、五子大大夫の夫人ですよ。京都で噂好きとして有名な方です。この人がいるから、一日も経たずに、すぐ京都中に広まるよ。今日、うちの自前嬢が、奥様の命令で、綾乃姫を見舞いに寺に来たんです。でも今になっても、自前嬢の姿が全然見当たらないし、綾乃姫もどこにもいないんです。どうしたらいいんだろう。なんですって？桐原城がいなくなったって。ええ。子女が行方不明になるなんて、これは一大事です。今すぐ家の者に探しに行かせますね。私も人を探させます。皆様ご心配なく、私がすぐ様子を見てまいります。住職様、これは一大事です。みんなで一緒に探しに行きましょう。小文城、案内して。かしこまりました。おいで。慌てなくていいよ。南無阿弥陀仏。なんて無礼な人なの。よくも仏教の聖地で、こんな恥ずかしいことをするなんて。ありえないわ。ここって綾乃様の部屋じゃないの？もしかして、中にいるのは綾乃様じゃない？ありえません。うちの綾乃様は白河家築女で、幼い頃から叙勲をしっかり学んでいます。誰よりも礼儀を大切にしてきた方です。絶対にそんなみだらなことは得ぬしません。綾乃。今日は、もう逃げ場はないよ。白河家は代々教養ある家柄で、しきたりもとても厳しいんです。奥様が毎日きちんと三十四徳を守るように教えてくださって。もし本当に中にいるのが綾乃様なら、旦那様から白い絹を渡されて自害を命じられるでしょう。それでやっと罪を償えるんです。お願いです、奥様方。綾乃様は幼い頃に母を亡くして、誰も教えてくれる人はいませんでした。どうか、このことは内緒にしてください。綾乃様に少しでも救いの道をください。南無阿弥陀仏。これだから。やっぱりね、母親のいない子は礼儀も恥も知らないのね。そりゃこんなこともするわよね。こんな恥ずかしいことをするなんて。仏頂の聖地まで汚すなんて。彼女はもう名声を気にしない。十仏寺はまだ体面を重んじている。住職様、警察を呼びましょう。もし本当に綾乃様のスキャンダルなら、白河少女に、仏仏寺にきちんと説明させましょう。お願いです。どうか。好きなだけ騒げば、どんどん大事になればいいのに。どけ！ドアを蹴って開けなさい。奥様方、やめてください。うちの綾乃様はほんの一時の過ちなんです。もし今日この扉が開けられたら、綾乃様はこの先、世間でどうやって生きていけばいいんですか？人として生きる資格なんてあるの？正々堂々と生きていくわ。あなた、どうしてここに？じゃあ、あの部屋の中は？紅葉、どういう意味？もしかして、この部屋にいるのは、私だとでも思ったの？もしかして。綾乃城はいつもだらしないから。だから私はそう思ったんです。部屋の中にいるのは、綾乃城と寺のお坊さんが一緒にいると思ったんです。主ばかり言わないで。綾乃城は潔白よ。男と一緒にいたことなんてないわ。私から見れば、あなたがわざとやったんでしょ？わざとみんなに誤解させて、綾乃城の名誉を台無しにしようとしたんでしょ？私と綾乃姫には何の恨みもありません。わざわざ自分のご主人様を陥れる理由なんてないでしょ？そんなことしても私には何のメリットもないし。霊内期。それに、あの時、ちゃんと見たんです。一人が。師匠、急に倒れちゃったの？南無阿弥陀仏。全財全財。綾乃城、さっきご指示通りに薬局でこっそりモビョが煎じた薬をもう入れ替えておきました。この薬って、何か問題でもあるの？それなのに、どうして彼女は飲めたの？薬にモーカニリ薬を混ぜていたわ。モモホアル薬？種薬じゃないの？モモハナリアスは、旧シナベニでしか溶けないの。モモハナギリアスを飲んでいなければ、旧シナベニは毒そのものになるのよ。飲んでから5時間経つと、間違いなく死ぬの。なんで急に死んだの？もしかして、誰かがわざと殺して口を塞いで、綾乃城に罪を着せようとしたんじゃない？綾乃様は心の綺麗な人だと思う。絶対に家来を虐殺するような人じゃない。それにみんなが見ている前で、彼女は弱い女性なのに、そんなこと、彼女にできるはずがないでしょ？しかもここは寺なのに、誰かが綾乃様を狙ってるんじゃない？まさか、そんなことある？南無阿弥陀仏。なんと罪なごとく。
なんと罪なことか。維新軍。維新？まさか、吉信王子様？まさか、桐原城？ミラン、あなたたちが、お前ら。ほんと恥知らずね。名家のお嬢様かと思ってたけど、今となっては、鳥の羽を飾っても、法王にはなれないわね。まさにね。白川夫人が綾野様を身を清めるために寺に行かせてるのに、なのに、実家の名誉を家で育てるなんて、全く常識外れよね。庶民の家柄ね。やっぱりみっともないわ。前にあの次女が言ってたけど、白川家でこんな騒ぎが起きたら、白い帯で首を吊るって言ってたよね。奥様方、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。ここは仏門の清修の場です。私のジーマイがこの場で、このようなみっともないことをしてしまい、ジーマイに代わりまして、お詫びいたします。綾菜様、そんなに謝らなくてもいいですよ。彼女は桐原家の人ですし、結局、桐原家の人間ですから、白川家には関係ないですよね。その通りね。綾野様は悪くないし、謝る必要なんてないわ。奥様方のご好意、綾野がしっかり受け止めました。これは家の事情ですので、奥様、ヴィラン10枚と、さらに、余震王子殿下もご一緒に解決させていただけますでしょうか。いいわよ。じゃあ、私たちは先に行くわ。綾野様、気をつけてね。どうなってるの？綾野、ちょっと話を聞いて。今日のことは、本当に、ただのハプニングなんだ。お前なんか、今すぐ死んでしまえ。綾野、お願いだから信じてほしい。俺は、誰かの罠にはめられたんだ。綾野の名前を使って、ここに呼び出されたんだ。入った瞬間に薬を盛られて、目が覚めたら。レーナ。許してくれるよね。姉様、私と義士信王子は本当に何もやましいことはありません。お願いだから信じて。姉様が信じてくれないなら、もう、死をもって潔白を示すしかない。ミラ、やめて！そんなことしないで！ミラ。よし、ずっと私のこと嫌ってたんでしょ。もう私を止めないで、姉様に合わせる顔がない。もう姉様に会えない。ミラン、やめてくれ。待って。やっぱりバカね。綾にね、ミランは本当にそんなことないの？わざと義信王子に近づいたりしてないの？おいで。ヴィラン10名、そんなに気にしなくてもいいわ。まあ、私と義信王子も何の関係もないし、それから二人はもう、父に頼んで、婚姻の命令をいただくっていうのは、どうかしら。どう思う？絶対にダメだ！白川綾乃がいなくなったら、俺の参謀になれる人なんていない。彼女を絶対に手放せない。つまり、ヴィラン10枚とのことは、ただの偶然なんだ。俺が愛してるのは、綾乃だけだ。綾乃。僕は愛していない人と、結婚したくないんだ。うん。石信王子の言う通りだね。私も、義信王子には嫁ぎたくない。ミラ、この先、どうやってお嫁に行くの？この先は、尼として生きる、仏門で過ごして、もう誰とも結婚しない。なんですって？白川綾に、朝倉義信を皇太子にしてくれたら、朝倉義信を皇太子にしてくれたら、皇太子妃の席は、私が座るの。そうしたら、ヴィランがかわいそうね。そんな、私なんて。綾の姉は、義士に王子のことを、深い愛情と義理で支えてるし、しかも公爵家適女だから。私なんて義神王子にはとても釣り合わないよ。じゃあ、二人とも望まないなら、この件は、
これで終わりにしましょう。綾乃、このことで、僕のこと、誤解してないよね。疑心深。もちろん信じてるよ。本当に？いいにょなんて、だから何よ。これからは、さまつな車に乗って、朝食みたいに帰るしかない。ヴィラン。すべては、まだ始まった。よしんし、人の噂は怖いものよ。よしんしとミラン10枚は、先に席を外した方がいいわ。レーナ。一人で大丈夫？大丈夫よ。じゃあ、ミランはお先に失礼しますね。ミラ、もう怒らないで。さっきのは彼女を騙すためだったんだ。俺がそうしたのは、全部俺たちの計画のためなんだ。ヨッシー兄さん。まさか、綾乃のこと N 好きになったんじゃないでしょうね。そんなわけないだろ。あんな腹黒い女なんて、俺が好きになるわけないさ。ヨシノブ兄さん。私はもうずっとヨシノブ兄さんのものだよ。これからも、ずっと私に優しくしてくれるよね。ね。もちろんさ、俺が皇太子になったら、俺の皇太子妃は、絶対にミランだ。白川綾に。いくら策をムーリアスしても無駄よ。皇太子妃の座は、私だけのものよ。お嬢様、今日は本当に怖くて死ぬかと思いました。いい女だな。何する気なの？来ないで！言っておくけど、私は白川家屋敷の二層家よ。離して！俺が何をしたいかわかるか？俺が何をするつもりか？言ってみろよ。お嬢様、大丈夫ですか？この手紙、医師に王子に渡して。お嬢様、この和尚、どうします？あの和尚、普段よく玉のいじめてたよね。だから、処分は玉野に任せるよ。じゃあ、そんなに偽坊主が好きなら、南空間に売り飛ばしてやろう。でも、お嬢様、もしミランが気づいて、これが綾乃様の仕業だってバレたら、白川夫人に言われちゃったら、綾乃様が白川邸に戻るとき、どうしよう。キュマノ、しばらく本堂でお参りしてなかったね。明日、早めに行きましょう。覚えてる。前世の明日、大物が来る日だった。お嬢様、あの方が手炊きで名を馳せた早漏将軍です。もしかして、仏様にご加護をお願いするつもりですか？そんなわけないよ。他に何か考えがあるんですか？簡単よ。貝、枝に、捕まるの。お嬢様、外、風強いですよ。もう戻りましょう。もうすぐ来るよ。誰？早漏将軍が来るの？早漏将軍様、万歳！聞いたい、万歳！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 お嬢様！
サロンジョンが、本当にありがとうございます。命を救ってください。感謝します。行くぞ。お嬢様、大丈夫ですか？大丈夫よ。これが大和町、唯一の異姓王。名高い若き将軍、早漏将軍老山を征服し、清流大河を制した。まさに先進だ。ただ、前世ではあまりにも功績が大きくて、結局、若くして命を落とした。住職。早漏将軍が私たちに玉竜書体で啓蒙をかけと言ってきました。無茶な要求ですよ。玉竜書体は1000年も伝わってきて、書ける人なんてほとんどいません。こんな短い時間で私たちがどこで探せばこんな字を書ける人なんて。サーランジョン軍は天皇陛下からご命令を託されている。私たちもできる限り努力しよう。早く人を派遣して探させろ。承知しました。ティオメリオ書体か。一神王子。聞くところでは、この書体はもうとっくに失われてるって、見つけるのは難しいだろうな。もし本当に書ける人がいたら、ぜひ会ってみたい。もう探さなくていいよ。空海法師。白川綾乃。どうしてここに？先ほど空海法師がおっしゃったのは、主に天国に使われる単語書体ですね。私も少しだけしています。もしよろしければ、私に試させていただけ。前世は、義士のために勢力を集めようと必死でいろいろ考えて、皇太后の好みを探って、玉竜書体も必死で練習して、全部、彼が皇太后に気に入られるだったのに。よっしん、もう48日もひざまずいてるの。あと少しで49日になる。その時には、玉竜書体で書いた啓文を皇太后に捧げられるの。こんなことぐらいでそんなに時間がかかるなんて、本当にダメだな。よっしん、心配しないで。皇太后のお世話係の服を1ヶ月間洗ってきたから、そこで手に入れた情報なの。他の王子は誰も知らないよ。はいはい、もういい。そのままひざまずいてろ。しくじるなよ。やり直せるなら、もう自分のためだけに生きる。綾乃女、これは皇太后に捧げるものなんだ。やりたいからって簡単に試せるものじゃないよ。綾乃女、これは尋常なことではありません。君、綾乃湯見りを書体が書けるのか。全然知らなかったよ。よっしん王子の知らないこと、まだまだたくさんあるからね。白川綾乃が、なんだか前と違うな。まさか、昨日のことのせいか。綾乃、僕に怒ってるからって、ここで強がらないで。この玉竜書体は皇太后に捧げるものなんだ。もし失敗したら、君も僕も取り返しがつかないよ。住職様、彼女は冗談を言ってるだけです。ご寛容にお願いします。冗談じゃないわ。白川綾乃って、本当に恩知らずだな。白川綾乃、頭おかしいのか？老老将軍を殺したら、君も俺も無事じゃ済まないぞ。よしん王ぜ。私は人を食う化け物じゃないぞ。どうしてそんなこと言うんだ？いや、違います。王子様、彼女が恥をかくのが心配で、王子様の目に触れてしまうかと。綾乃、早漏将軍に早く謝って。ソーランジョン軍、お目にかかります。王子様、彼女は冗談を言っただけです。どうか、お気になさらず。お？冗談なんかじゃないです。例だ。王子様、今は他にいませんよ。私がやってみましょうか。こう言えるのも、私には自信があるからです。随分自信があるんだな。綾乃、やめてくれ。王子様、本当に無理なんです。もし王子様まで巻き込んだら、どうすればいいんですか？どういうつもりだ？お前の言いたいことは、俺が人を見る目がないってことか。いえ、違います。桜義氏。今のお前は、落ちぶれて誰にも相手にされない王子だ。絶対的な権力を持つ者の前では、頭を下げて従うしかない。今世では、皇太子の座なんて、絶対に無理よ。だからありえない。おります。やってみなさい。でも彼女は、また口を挟む奴がいたら、俺が拾ったばかりの狼の子にぶち込んでやるぞ。ちょうどいい。まだ人間の肉を食ったことがないからな。佐藤仁一。俺が皇太子になったら、お前はもうおしまいだ。
綾野、これが最後のチャンスだ。もし今、みんなの前で謝れば、この件は、ただの冗談で済む。でも血筋性なかけなかったら、冷めめられることになるぞ。やっぱり白川綾野はただ、俺の注意をしたかっただけだ。ヨシンウォーズ。本当にうるさいわね。ちょっと騒ぎすぎじゃない？暇なら、仏様にでもお線香でもあげてきたら？お前。王子様、この筆、ちょっと太いですね。玉名流初代は細い字ですから、細い筆をお願いします。渡せ。なんとどうせめちゃくちゃに書いてるんだろう。九流树体。本当に九流樹体だ。師匠、本当に、これが玉流初代。どう見ても落書きみたいだな。ヨシンウォーズ。軽々しく口にするものではありません。これこそ正統の玉流初代です。昔、私が若い頃、一度見たことがあるんです。これはですね、書体があまりにも複雑で、復刻しようとしても、とても難しいんです。そんなつもりじゃなかったんだ。まさか綾野が、こんな失われた書体を書けるなんて。なんで今まで知らなかったんだ。綾野がうっかり言い忘れたのかもね。なんか、綾野の俺への態度、前とちょっと違う気がするな。どうしてだろう。見事だ。王子様ありがとうございます。ヨシンウォーズ。ポテ様の前で、綾野様を何度も侮辱したんだから、綾野様に謝るべきだ。ダメだ。今まだソロ将軍を怒らせるわけにはいかない。私が悪かったです。綾野。突然のことをしてしまって、ごめん。レーナ。一体どういうつもりなんだよ。ごめんね、石に王子。もう少しで忘れるとこだったわ。まさか怒ってないよね。お前もちろん、気にしてませんよ。綾野様、玉流書体を書き上げたからには、本郷が一つだけ願いを聞いてやろう。好きなことを言え。綾野はずっと俺のことが好きだったし、今回もきっと、俺との結婚をめがいてるはずだ。綾野、俺、まだ若いし、結婚なんてまだ考えてないんだ。王子様、お願いがあります。私に帰宅を白川綾野が婚約を願い出てないなんて。このことは、この王が認める。王子様ありがとうございます。この王も都国に戻る。一緒に来い。ちょっと待って！いや、俺が言いたいのは、白川邸の人たちは、まだこのことを知らないんだ。もし急に都に戻ったら、ちょっとまずいんじゃないかな。ヨシンウォーズ。私のやることに、いつから、誰かの許可が必要だって。そんな意味じゃないよ。もういい。行くぞ。この早漏将軍、ほんと人を見下してるよな。綾野、今日はどうして、そんなに冷たいんだ。よしんしん、前にそう言ったでしょ？誰かがいるときは、私たち二人は距離を置くべきだって。あなたの言う通りに、してるだけよ。俺が？そんなこと言ったっけ？もちろん言ったわ。あなたがそう言わなかったら、私、そんなことできるわけないでしょ？もういいわ。玉野。行くわよ。これで終わり？誰だ？王子様、私です。入って。王子様にご挨拶いたします。何の用だ？綾野、王子様と取引の話が。俺と商談しようなんて、お前が初めてだ。でもな、俺が、なぜ受けると思う？私だからこそ、王子様の手で、一番鋭い刃になれる。
目立つ木は風に倒される。王子様は高いところに立っている。もし落ちれば、編み方もなくなる。だから、どうやって俺を助けるつもりなんだ。あとは王子様が私と組むかどうかですね。綾野城。なかなか興味深いね。話してみな。君の切り札は何だ？ルリアンだ。リュウリアン？ロリアンは表向きは宝石を扱う店だけど、実は影の護衛をたくさん育ててる。なかなかいい切り札だ。でも俺の記憶では、お前の母が亡くなってから、ルリアンは、カバハ白川夫人の手に渡っただろう。これは私のものよ。絶対に取り戻すから。この切り札で。王子様は、満足してくれるかしら。楽しみだな。綾野城。綾野は絶対に王子様をがかりさせないよ。綾野城、本当にすごいね。王子様が目をつけるのも当然だよ。王子様、誤解しないでください。ただ綾野城が賢いって褒めただけです。彼女はただ自分の道を探しているだけです。じゃあ俺が、彼女に道を作ってやるか。ただ、簡単すぎると。彼女に怪しまれるな。おばさま、イヨシブ王子とのことは、本当に偶然だったんです。信じてくれないなら、じゃあ今すぐ尼になりますよ。立ってください。おばさま、全部綾菜の仕業です。彼女が私を陥れたんです。あのいかまましい女。明日帰ってきたら、私がどうしてやるか見てなさい。やっぱりおばさまが一番優しいね。ミラ、どうした？大丈夫です。食べ過ぎたみたいです。おばさま、じゃあ明日は一緒にナネを迎えに行こう。いいわ。どんな手を使うか、見せてもらおう。綾野、明日は特別な贈り物を用意してるよ。よってらっしゃい。見てて。お客さん。ほら、あれ見て。お寺から帰ってきて、まだ2時間しか経ってないのに、お姉さん、どうしてこんなに遅くなったの？何かトラブルでもあったんじゃない？何が起こるって言うのよ。どうせあのガキがわざと待たせてるんでしょ？戻ってきたらしっかりお灸を据えてやるわ。どこの家の人だろう？すごい派手だね。この豪華さを見ると、まるで王族か貴族みたいだね。この通りには、こんな偉い人なんていないよね。じゃあ、もしかして、すごい人でも来るの？もしかして、これ、白川綾乃じゃないの？そんなわけないよ、おばさん。お姉さんはきっと始末な車で帰ってくるはずだし、だから遅れるのも当然だよ。白川家長女が帰宅するのに、愚者で帰ってきたなんて。やっぱり田舎者だな。そんなことないって。お姉さんは小さい頃から山のお寺で育ったから。もしかしたら、馬車なんて見たことないのかもね。馬車が何かも知らないの？あなた、どうしてそんな言い方するの？どうしてそんなに意地悪なの？これが、白川家長女か。本当に綺麗だね。京都一の美人って言われてる桐原城と比べても全然引きを取らないよ。ほんとだね。さすが名門のお嬢様だね。田舎で育ったのに、こんなに芯があるんだね。お姉さん、急いで帰りたいのはわかるけど、でもだからって、茶金してこんなに豪華にするなんて。そんなことしたら、みんなに白川家って見えパリだと思われちゃうよ。おさんによると、白川少女が繊細の娘なんだって。無理して見栄を張ってるよね。ほんと、みっともない。やっぱり田舎育ちの子ね。違いません。玉野。どれだけ得意になれるか見てやるわ。姉様、そんなことしてたら白川家の恥になっちゃうよ。白川家に長く居すぎて、自分の名前も忘れたの？ねね様、なんで私ばっかり責めるの？ミラ、これが本当に狙ってるってことよ。おばさま、
お前を寺にやったのは心を磨かせるためだったのに、まさか野生児になって帰ってくるとはね。今日は、ちゃんとしつけてやらないと、お前は世の中の厳しさもわからないんだね。何様のつもりで私にルールを押し付けるの？あんたは白川家に後から入っただけのただのタバ母でしょ？私の母こそ家系図に乗ってる本当の妻よ。あんた！よくもそんな口を聞けるわね。本当に生意気にも程があるわ。私は白川家の正真正銘の嫡女よ。私が白川家に戻るときは、あんたたちがひざまずいて、私を迎えるのが当然よ。とんでもない。お嬢様、大丈夫ですか？私、あれちゃんと叩けたのかしら？私が叩かれそうになれば、きっと彼が助けに来る。道老将軍の力を借りて、堂々と白川家に戻れる。動かないの。大津殿下。白川夫人。やりたい放題ですね。どうします？下にいて、綾之丞を助けましょうか。必要ない。彼女が自分で解決できる。年長者を敬わずに、屋敷に戻りたいなら、10回も頭を下げてひざまずきなさい。そうすれば家族として認めてやる。あんたなんて、私がひざまずくほどの人じゃないわ。よし。誰か、見てやろうじゃないか。どれだけ意地が強いか。綾菜ね。もう、そんなに怒らなくてもいいじゃない。おばさまにちょっとひざまずいて謝ってみたらどう？それでこの話、終わりにしようよ。今日は、あんたの膝が本当に曲がるのか、しっかり見てやるよ。やれ。誰が私に手を出せる。こいつら、ほんと使えないね。おばさま、綾野姉が帰ってきたし、白川家の使用人たちも、おばさまの言うこと、もう聞かないみたいね。白川家は私が仕切ってるのよ。やれ。近づかないで！うちのお嬢様は白川家手口なんだから、そんなことしてたら、旦那様に知られたら、絶対に許してくれないよ。今、旦那様は屋敷にいるのよ。私がやってることは全部、旦那様が認めてるのよ。白川家の嫡女。まだ嫁いでない子を私がしつけてるだけよ。それのどこが悪いの？誰も、絶対にうちのお嬢様に触るな！今日のことは、全部あんたの口の悪さのせいよ。母親としては、本当は罰したくないんだから。早くやりなさい！サオロンジョン軍の極兵がここにある。誰が騒げる？誰が騒ぎ立てるつもり？何が起きてるの？道老将軍と白川綾乃が関係あるの？もし本当に早老将軍なら、白川家は逆らえないわ。まさか、俺が土下座でもしないと認めてくれないのか？それでやっと父親と認める気か？旦那様、やっと来てくれたわ。この娘、ひどいと思いませんか？父親なんて名乗る資格ないわ。マヘが亡くなったばかりなのに、すぐに妾を正妻にして、私を寺に追いやった。5年前のことよ。私はまだ子供だったのよ。子供のしつけができてないのは、親のせいだ。本当にしつけがなってない。さっきの一発で、今まで育ててもらった恩は、これで終わりよ。これで、もう二度と会わないわ。俺にそんな口を聞くとは。白川 D に戻れ。金まで使って人を集めて騒がせるとは。ずる賢いな。今日はお前の後ろの奴らも、俺に土下座しろ。俺が気が済むまで、さもなければ、白川邸には絶対に入れさせない。夢でも見てろ。お前みたいな親不孝者が、わざと騒ぎを大きくしようとしてる。お前の死んだ母親と同じだ。二人とも頭がおかしい。親不孝者め、ぶったたいてやる。お前。母のことを口にする資格なんてないわ。白川家がなければ、お前なんて何者でもない。俺が最後のチャンスをやる。これが最後だぞ。お前、雇ったこのクズどもたちも、みんな土下座しろ。10回土下座しろ。それで白川邸に戻してやる。どうした？俺に、年あざさせる気か？何様だ？王子様を見つめるとは。さっさと頭を下げろ。旦那様、これは、本当に早老将軍なの？王子殿下、ご明察ください。そんなつもりはありません。やっぱり、最初から仕組んでたんだな。俺をここで恥さらしにするつもりだったんだろう。お前、性格が腐っているな。君の様。本王に手を出すとは、本王を眼中にないということか。
あなたの人なんですか？いやいや、そんなつもりはないですよ。将軍がおっしゃる。彼女が将軍の人ってどういう意味なんですか？彼女は早漏将軍が今日まで送り届けた増漏将軍の霊牌を持っている。だから当然、俺のそばの人間だ。そっちの連中はどうなんだ？王の霊牌を見て、まだひざまつかないのか？あの可愛い子、いつの間に早漏将軍に気に入られたんだ。早漏将軍があの子の味方するなんて、なんでよ。ソーランジョング、ありがとうございます。俺はまだ今日に行って、陛下に謁見する。ここはお前に任せる。もし気に入らなければ、そのままずっとひざまつかせておけばいい。ずっとそのままで、ここで見張ってろ。綾野城が立たせていいと言うまで、お前たちは。綾野城が立たせていいと言ったら、王府に戻れ。ようやき白川様、命令に逆らう気か。この親不孝め、早くあいつらをどかせろ。母の位牌に向かって3度深く頭を下げろ。それで立っていい？よくもそんなことを。お前。早く頭を下げろ。綾野、よくも私にこんなことしてくれるわね。私が皇太子妃になったら、ただじゃ済まないからね。母さん、帰ってきたよ。あいつらが、私たち母娘に、ひどいことをした。絶対にやり返す。絶対にやり返す。お嬢様、今日玄関で旦那様と奥様に恥をかかせてしまいました。明日は小手前ですよ。きっと何かされますよ。私が戻ってきたことで、おろんな人の目障りになったみたいね。昼間の件がなくても、どうせ私を標的にするわ。例内中、お嬢様。明日は老婦人が起源を開きます。京都の名士やご婦人方がいらっしゃいます。これは奥様が特別にあなたのために用意した服や靴下など一式です。これをそのまま着ていれば間違いありません。前世は白川夫人がわざと華やかな服を送ってきて、家のことを全部自分で仕切ってるってアピールして、そのせいで私の分を減らされて、屋敷の使用人たちにいじめられたのよ。置いて。綾野姫。私は奥様の代理ですから。あなた。だから何？殴るのはあなただよ。物を置きなさい。二度言わせないでよ。はい。恐れ多くも僭越ながら、綾野姫に一つアドバイスを。京都は田舎とは違いますよ。あなたも金銀を持ち歩いた方がいいですよ。下の者に馬鹿にされないようにね。失礼な。あの人の言うこと間違ってないわ。ここ、白川邸は、まさに人を食い物にして骨まで残さない、冷酷な狼の巣よ。お嬢様、まだ戻ったばかりですし、言うことには気をつけてくださいね。私は彼らを失望させたわ。私は、もう前の私じゃない。綾野様、どうされたんですか？邪魔の、小粉を持ってきて。油がついてる。奥様は骨前でわざと転ばせるつもりだったんですね。なんて意地悪なんだ。なかなかの計画ね。本当によくもここまで手を尽くしたものだわ。計画は順調？心配しないで、おばさま。靴底にたっぷり油を塗っておいたから、庭なら普通に歩けるけど、木造の渡り廊下はね。普段から松じれで手入れしてるから、綾野様がそこを歩いたら。そりゃもう、思いっきり転ぶよ。もしかしたら、池に落ちちゃうかもね。でもさ、せっかくの服が台無しだね。ブリアンの新作なのに。これを白川家老女に見せるつもりなのね。私は綾野の警護派だけど、今まで彼女に厳しくしたことなんてないわ。
普段からちゃんと取り分も減らしたことないのに、どうしてそんなに心が狭いの？おばさま。産卵上軍がついてても関係ないわ。白川邸に来たからには、ただじゃ済まさない。それでも私の恨みは晴れない。ありえない。ねね様、それはどういうつもり？うちの母が今季の新しい服を私に届けさせたのに。でも今日はまだこんなボロボロの服を着てるの？今日がどんな日か分かってるのに。たくさんの奥様方を招待してるのに。どういうつもりなの？レーナソ。これはどういうことなの？おばあ様は対面をすごく気にする。前世で人前で転んだ時、他の奥様たちは軽く笑っただけだったのに、すぐに私を外に連れ出させて、板で打たせた。後になって気づいたけど、おばあ様みたいな人には、最初から弱気を見せちゃダメ。人間ってさ、弱い人を狙いたがるものなのよ。そも、奥様が私のために服や靴を丁寧に用意してくださって、心から感謝しています。ただ、白川夫人とは5年も会っていませんので、サイズがわからなくても仕方ありません。白川夫人の気持ちを無駄にしたくなくて、仕方なく、この服を急いで直すしかありませんでした。ここ数年、白川夫人は服を送ってくれたことないの？今は成長期なのに、そんなことあり得る？ハイカ夫人、何か言いたいことがあるの？お母様、毎シーズンの生活費はちゃんと人を使って届けさせています。でも服のことは私が直接やってるわけじゃないんです。そんな細かいことまで知りません。白川夫人。それなら、屋敷の使用人をきちんと調べてみてはいかがですか？タム仏寺で5年以上過ごしていましたが、生活費は全くもらったことがありません。長谷川のバーヤがわざわざ教えてくれたの。ご褒美の銀がなければ、屋敷では一歩も動けなくなるって。そうも、本当にそうなんですか？白川夫人、こんなやり方で家を仕切ってるの？よくもそんなことを。白川家の分け前を、まさか全部自分のものにしたの？白川邸で30年も働いてきました。ずっと忠実に仕えてきました。そんなこと、絶対にしません。口だけなら何でも言えるわね。綾乃姫、私が一体どこであなたに逆らったというのですか？どうして私をここまで追い詰めるんですか？綾乃、証拠を持っているのか？ヴィランはただの自前なのに、分け前は私よりずっと少ない。前の人生で、ヴィランは白川夫人をうまくご機嫌とって、すべてを手に入れていた。結局、全部ミランの手に渡ったのよ。お祖母様。私の手元には証拠がありません。証拠もないのによくそんなこと言えるわね。身の程知らずね。母様、みんな見てるのに、白川夫人なのに、そんなに冷静さを失っていいんですか？本当に厄介な女ね。帰ってきてからずっと家をかき乱してばかり。今日こそしっかり懲らしめてやる。絶対に懲らしめてやる。話して。姉さん、どうしておばさまにそんなひどいことするの？ミラン10枚？あなたは桐原家でしょ？私は白川家よ。だから、私のことを表いねって呼ぶべきよ。黙れ。無礼は許さない。寺に預けたのが、かえってあなたを野放しにしてしまったようね。すっかり荒っぽくなったじゃないか。老夫人、今回だけは姉さんをお許しください。姉さんは長い間寺で暮らしていたから、きっと心にわだかまりがあるんです。最近家に戻ってきて、急に立場が良くなったから、心に何か芽生えたのでしょうね。頭おかしいんじゃないの？急に贅沢になったのは誰なの？こんな細い手に、こんなに金の腕輪をつけて。それに、金の数にまで。こんな身分に合わないものまでつけてるの？全部私があげたのよ。変なこと言わないで。姉さん、寺で暮らしてたの、大変だったのはしてるよ。でも帰ってきて、私が楽しく過ごしてるのを見て、面白くないんでしょ？でも、そんな風に私を疑うなんてひどいよ。奥様は家の汝で、家の規則では、奥様が身につけるのは、こういう上質な玉の腕輪です。家で暮らしている自前嬢がつけるべきなのは、色も透明感もない和田玉の腕輪です。私には理解できません。これは白川家託女のためのものですよね、奥様。どうしてこれを渡せたんですか？
まさか、奥様が着服したんですか？この親不孝者。私に隠れて、こんな許されないことを。おばさ長谷川の親にお願いして絵の交換したんです。白川綾乃。みんなの前で私に恥をかかせるなんて、絶対に許さないから。おばあ様、ニデ様は山で暮らしていて、薪割りや修行をしています。腕輪は邪魔になるので、せっかくの品がもったいないと思って、長谷川の番屋にお願いして書いてもらいました。むちゃくちゃだわ。こんな勝手なことして、礼儀もあったもんじゃないわ。広川少女はもともと庶民の出身だから、貴族の作法はまだよくわかってないみたいね。白川夫人。こんな管理の仕方してるの？私の管理が行き届いておりませんでした。お仕置きを受けます。いい子。おいで。この間、苦労かけたね。おばあ様、綾乃が悪いんです。帰ってきてすぐにご心配をかけてしまいました。いい子だね。あなたのせいじゃないよ。ああ、祖母ももう年だからね。体もね。どうしても調子が悪くなることもあるのよ。ヤナは玉仏寺で静かに過ごしていましたが、いつもおばあ様のことを思っていました。そこでおばあ様のためにお経を書いて健康を祈りました。よく気を配ってくれたね。主君を欺き、下の者を騙すとは、規律も何もない。誰か、この者を引きずり出しなさい。杖で撃ち殺せ。おばあ様！やめて！全部私が。早く連れて行って！おばあ様！お許しください！おばあ様！白川夫人、管理が行き届いていない3ヶ月間謹慎。その間の待遇は、すべて免除する。タイガー夫人。早く立ちなさい。そんな格好、みともないぞ。旦那様。嫁さんばかり気にしてるのね。今日は家族の集まりよ。こんな時間に来るなんて、どういうこと？いい炭を手に入れたもんで、つい嬉しくて夢中になってしまいました。マハ上様、どうかお許しください。前世、不の性的がこの炭を送った。毒の炭だった。水に触れると、すぐ効く。肌が触れたら、すぐにただれてしまう。何かおかしいと感じて、すぐ父に伝えた。誰も信じてくれなかった。父は私が譲らないのを見て、私で試した。やめて！お父さん！やめて！本当にそうなのか。俺が見てやる。やめて！やっぱり玉野が助けてくれた。水をすぐ持ってきて洗ってくれた。でも、手には醜い傷が残った。根性は、あなたたちに、自業自得を味わわせる。あんたもね。お母様、ご容赦を。旦那様は字がとても上手ですね。やっぱり、いい墨が似合いますね。B 社まで、旦那様の字を褒めていましたよ。確かに、朝廷の中で、白川少々以上の書道の達人はいないわ。父が書道に長けているのは知っているから、九仏寺で毎日字を練習していました。ちょうど父が、今日また良い墨を手に入れました。恐れ多くも、父に、目の前で墨宝を書いていただけませんか？父は、お願いしてもよろしいでしょうか？この字、この筆致、本当に見事だわ。私の目には、白川少女にも全く引きを取らないと思う。私が言いたいのは、この字はね、白川少女っぽさがあるのよ。この字、本当にお前が書いたのか？やっぱりガキね。立派な書を自分が書いたって言い張るなんて、みんなの前で恥をかかされた。今日は生きてても無事じゃ済まさないからね。よくもまあ、綾乃姉は玉仏寺で長いこと修行してきたものね。誰にも教わらずにこんな字まで書けるなんて、大したもんだわ。あら、綾乃姉は玉仏寺で誰にも教えてもらわずに、すごく上手ね。迫力もあるし、どう見ても。綾乃姉は本当に才能があるね。時間をかければきっと大成するよ。過分なお褒めをいただき恐縮です。この字、本当にお前が書いたのか？嘘をついたら、どうなるかせっかくの親孝行なんですから。
そんなに問い詰めなくてもいいでしょう。旦那様、綾乃は山でずっと暮らしていて、誰も教えてくれなかったんです。そんなに責めないであげてください。これから、ゆっくり教えていけばいいよ。俺は生まれてこのこと、ごまかす奴が一番嫌いだ。俺はずっと正々堂々と生きてきた。自分の子供が名誉だけを求めるような奴になるなんて、絶対に許さない。ひざまずけ。なんで私がひざまずく必要があるの？姉さん、強がらなくていいよ。ずっと寺にいたし、教えてくれる人もいなかったし、書けるはずないでしょ。今ここで書いてみてって言われたら、絶対書けないよね。親息子ものめ、嘘ばっかり言いやがって。なんで俺の娘がこんな奴なんだ。私も知りたいわ。どんな因縁なのか。まさか、あなたの娘として生まれてしまったなんて。このお経は間違いなく私が書いたんです。それなのに、父親であるあなたが信じてくれない。周りの噂ばかり簡単に信じて、私の話なんて全然聞こうともしない。よくも口答えするな。信じないって言うなら、ここで狂犬みたいに騒ぐよりも。父さん、どうですか？私と勝負してみては？親不孝者め。親不孝者め。どう？お父様。かける勇気ないの？なんて勝手な子なの。田舎で身につけた悪い癖は我慢してきたけど、無礼だけは絶対に許さない。さっさとお父様に言いだまいて謝りなさい。お姉様、そんなに意地張らないで。まさか、貴婦様に、プジを取らせて、墨をすらせるつもり？やっぱり手強いと思ってたのに、まさか、こんなにバカだとは。自分からみんなに嫌われてるし。私も火に油を注がないとね。筆は取らなくていいわ。新しい墨を手に入れたから、これで書いてみるわ。今日は京都で名のある奥様たちがみんな集まってるわ。お父様が賭けを受けなかったら、明日の朝儀で同僚たちにどう見られるかしら。いいよ。受けてやる。もし書けなかったら、今日から白川邸に閉じ込める。白川家で下働きさせる。八つ席に落とすぞ。ひどすぎるわ。八つ席にされちゃったら、生きるも死ぬも種子だよ。あの子が偉そうにしてたからね。白川家も仕方なく懲らしめたのよ。私がかけたら？それなら、一つ願いを叶えてやる。本当に何でもいいの？旦那様、口にした以上、もう取り消せませんよ。あの子は腹黒いですから、簡単に承諾しないでください。どうした？今の白川邸は、父さんが仕切っているんじゃないの？決められないの？自分の立場をよく考えろ。受けて。自分を証明したいなら、ケブンの書体だけじゃ、まだ十分じゃない。俺が指定した書体で、書いてみろ。あなたの指定した書体で書くことはできるけど、でも、なんであなたの条件に従わなきゃいけないの？さっき約束したのは、この啓文の書体が私が書いたものだと証明することだよね。それは、追加の条件ですよね。何が欲しい？公金薄量。綾乃ね、調子に乗るんじゃないよ。綾乃姉さん、よくそんな夢みたいなこと言うね。字が上手でも、それだけじゃ、学識豊かな白川様には、到底かなわないよ。血を開く前に、自分の実力、よく考えてみなよ。身の程をわきまえなさい。夢みたいなこと言わないで。父様の方が有利でしょう。私と勝負してみませんか？私が負けたら、スト様の好きにしてください。かけてやるよ。花様、どうかしてるよ。1年の俸禄なんて10両しかないのに、今彼女が要求してるのは100両だよ。奥様の言うこと、もっともです。他様がそのお金を出せないなら、無理にお願いするつもりはありません。最悪、かけてやるよ。かけてやるよ。玉入書体。今日お前がこれをかけるなら、100両ぐらいくれてやるぜ。前世、書道集めが好きな父様を喜ばせたくて、こっそりいろんな書体を練習してた。まさか、また玉流書体とは思わなかった。天は私に優しいな。逆流書体って何？知ってるよ。玉流書体ってずっと前に失われた書体らしいよ。そんな書体もうないの？あやなね、まだそんなに若いのに、玉名流書体なんて聞いたこともないんじゃない？若いくせに調子に乗ってるね。ちょっと痛い目にあった方がいいかもね。俺はお前の父親なんだぞ。いざまいて許しを請うチャンスをやる。俺が満足したら、許してやってもいい。そのひざまずき方、気に入ったよ。許してやってもいいかもな。七ちゃん、余計なことは言わなくていいよ。余計なことは言わなくていいよ。よし、やってみろ。どうなるか見てやろう。そんなに好き放題して、一体何がそんなに自信なんだ。人、
ビジと炭を持ってこい。はい。父ちゃん、私のために炭を研いでくれませんか？俺の手が、なんだこれは。一体どうなってるんだ？俺の手が。ああ、息子。医者、急いで早く医者を呼んで。旦那様。この声、意外と耳に心地いいわ。これ。まだ痛いですか？急いで！先生。うちの息子の手、どうなんですか？先生、早く教えて。毒が強すぎて、手の神経が死んでしまいました。この手は、これから藤を持つこともできなくなりますね。申し訳ありません。私には治せません。失礼します。これも、全部お前のせいだ。お前が罠を仕掛けたんだろ。お前、なんて残酷なんだ。あんたなんて、許せない。祖母も父もまだ何も言ってないのに、警母のあんたがここで口出しする権利なんてないわ。小母のくせに、ここで口出しする権利なんてないでしょ。黙ってなさいよ。あんた、さっき姉さんが、主事様に炭を研がせたんだよね。そのせいで、おじさまが毒にやられた。もしかして。ミラン、本当に。あんたさ、なんで懲りないの？何するの？話してよ！ばっかり言うな。この炭は父上が用意したものよ。私が事前に問題があるなんて知るはずないでしょ。もし本当にわざとだったら。お母さん、助けて！白川綾乃、手を離して、早く手を離して。私の顔だ！これこそ、わざとってやつよ。医者様、早く医者様を呼んで。なんてひどいことをするんだ。ひどいって？父ちゃん、ほんと冗談好きね。もしかして、父上が自分でこの茶番をやって、約束をなかったことにするつもり？この字よ。もう書き終わったわ、父上。絶対に約束を守ってよ。何これ？拉致書きみたいな字じゃ。この逆子。なんでこんな騒ぎを起こすのよ。白川家をめちゃくちゃにして。何これ？全然読めないわね。これが本物なら、そりゃ失われても仕方ないよね。本当に彼女のこと信じてるの？こんなに若い子が失われた書体なんて書けるはずないよ。白川様が直接指定したのは、玉流書体よね、きっと。実物を見ているはずよ。実物がなければ、どうしても公平さを欠くわね。でもね、白川様の人柄は信じてるし、きっと玉流書体の親戚を見てるからこそ、こういう話を出したんだと思うわ。顔を傷つけられたこの恨み、絶対に晴らしてやる。あんたが下働きに落ちたら、必ず誰も助けてくれないってことを思い知らせてやる。白川様、この字って本当に本物なのかしら？旦那様、みんなに見せてよ。私たち見たことないわ。こんな書体、もう誰も知らないのね。金流書体。いつ覚えたんだ？まさか、本当に彼女が書いたの？ありえない。これは俺が、増老将軍から譲り受けたものだ。増老将軍は、皇太后の祈願のために、武仏寺で玉流書体をかける名人を探し出したんだ。よっぽし最初から仕組んでたんだろう。キュノ、行こう。旦那様、あの子、
今や大したもんよね。今や、あの子は。泣いてんじゃねえよ。葬式でもしてるのかよ。罪作りだわ。せっかくの家族の集まりが、どうしてこんなことになっちゃったの？ああ。ああ。綾野様、今日の綾野様、本当にすごかったですよ。一度に100両も手に入れちゃいましたね。まだまだだよ。今日の宴会、見てなかったでしょ？すごく豪華だったよね。100両なんて白川家にとっては、ほんのわずかに過ぎないの。もしかして、旦那様が横領してるんですか？あの人にそんな度胸はないよ。じゃあ、このお金、どこから来たの？リュリアーニ。本当にルリアンドイを取り戻すんですか？そりゃあ当然よ。そういえば。これ、ちゃんと持ってて、明日役に立つから。白川綾乃。絶対にひどい目に遭わせてやる。さっき、こっそり私のことを笑ってたんじゃないの？お嬢様、してません。誰か、こいつを引きずっていけ！棒で叩き殺せ。お願いです。お嬢様やめてください。私が悪かったです。最近、私、なんか変。お嬢様、私の母が妹を身ごもった時も、こんな感じでした。もしかして、誤解人かもしれませんね。妊娠してるの？もしかして、朝倉義信の子？こっそり始末しちゃう？絶対ダメ。この子は、私の駒よ。白川綾乃に、この子を育てさせるのよ。もし朝倉義信が皇太子になったら、私はそのまま皇太子妃になっちゃう。白川綾乃。あんたには残ってもらう。私の子を育ててもらう。ジョーの支払いは、俺にしておいて。かしこまりました。白川綾乃。やっぱり、俺のこと好きなんだな。まさか、わざわざここまで来るなんて。よしんしん、白川綾乃は今、まるで別人みたい。本当に彼女に言うこと聞かせられるの？心配するな。あの女はさ、俺のことが大好きなんだよ。俺の言うことは絶対に聞くから。ただね、少し我慢してほしい。あの女の前では、ちゃんと芝居をしないとね。おししんよ、ごめんね、我慢させて。綾乃様、ここすごく大きいですね。田舎者が何しに来たんだ。うちのロリーワインは普通の店じゃないんだよ。偉い人やお金持ちのための特別な高級店なんだから。まあ、お嬢さんも見た目は悪くないけど、100両以下の数見なら、右に出て行ってください。店員さん、おすすめ違うんじゃない？この子は10両以下の数間にしか買えないんじゃない？でも10両以下の数見は、そういうのは小さい店で売ってるよ。俺は知らないけどね。天寿を呼んで。なんだか、このお嬢さんの雰囲気、まるで、生殺与奪を握る偉い人みたいだな。お嬢さん、うちの店主は今2階で客と話してるよ。ただし、ここで1000両以上持ってるって証明してくれないと、1000両以上持ってるって証明しないと、2階には上がれないよ。ドリアンが商売してるのに、金持ちしか相手にしないなんて、ひどいわね。こんなの。2階の宝石や装飾品は、どれも値段が桁違いなんですよ。ちょっとでも傷つけたら、弁償なんてできませんよね。うちとしても、お客様のためを思ってのことですよ。店主さん、そんなに偉そうに言ってるけど、月給ってどれくらいもらってるの？
それとも、ルリアンの金銀や玉器は高価だから、店主さんも長く働いてるうちに、自分もこの宝石と同じで特別扱いされるべきだって思ってるのね。偉そうにしてる。自分も宝石みたいに、随分と高く見てるのね。君は、綾野。天智の言い方、ちょっときついかもしれないけど、そこまで言い返さなくてもいいだろう。吉人王子様、ご友人だったんですね。まさか身内の方とは思いませんでした。失礼しました。私は知らなかったわ。囲碁神王子様のご意向が、そんなに価値があるなんて。綾野。どういうつもりなんだ？柳、俺は分かってるよ。まだ怒ってるんだろ？でも、ちゃんと分かってる。君は俺のことを好きなんだよね。武仏寺のことは、俺が悪かった。もう怒らないでほしい。吉神王子様、控えてください。生意気な女め。綾野、もう無理しなくていいよ。分かってるよ。本当は俺のことが一番大事なんだろ？今日はちょっと話があってきたんだ。用事がある。何？ミランジュメイが子供を授かったんだ。体が弱くて、この子はどうしても産まなきゃ。もう考えてあるんだ。結婚した後で、子供は君の元で育ててもらいたい。お願いできるかな？あなた白川綾乃。私、あなたのためなんだから。兄さんが毎日毒を持ってる。毎日、骨まで蝕む痛みに耐えてる。これで、少しは気が楽になったんじゃない？いいよ。綾野、やっぱり君は心が広いね。いいですよ。ミラン10枚、OK してくれたよ。姉さんは心優しい人だから、そんなことできるはずがないよね。私のお腹の子を誰も見てくれないなんて。あの忌まわしい子供たちを育てろって？まずは、生き延びられるかどうかよ。買わないなら、丁寧に扱ってくださいね。そうしないと。そうしないと困りますよ。私の店なんだから、私が責任持てないわけないでしょ？姉さん、一体何してるの？姉さん、わかってるよ。シボさんに不満があるのはわかるけど、でも、店を壊すことないでしょ。そんなことでお借りをぶつけるなんて。白川少女の娘だったのね。先日戻ってきた綾乃姫なんだ。早漏ジョン軍がついてるからって、みんなの前で白川少女にひざまつかせるなんて、本当にありえないわ。私の素敵なお姉さん。もう少しおとなしくしててよ。老婦人はあなたの人知りで、今もベッドから起き上がれないのよ。綾乃様がこんなにひどいなんて。年上の人を殴るなんて。綾乃、今日はあんたの評判を地に落としてやる。王子でじゃ、ご容赦ください。姉さんもつい感情的になっただけです。なんだかあの子、綾乃様のことをすごく怖がってるように見える。あの子、本当にしっかりしてるわね。綾乃様にいじめられてるのに、まだかばってるなんて。綾乃、あんたを踏み台にして、私の名声のために利用させてもらうよ。姉さん、ここはおばさんのお店なんだから、欲しいものがあるなら、おばさんに言えばいいのに。ここでそんなことしないでよ。こんなことしても、姉さんにも白川家にも、いいことなんてないよ。ミランジュメの言う通りだ。綾野、田舎から帰ってきたばかりなんだから、何でも、何事も控えめにしなきゃ。あまり目立つことはしないで、周りの人に余計な迷惑をかけないようにね。余計な迷惑って？姉さん、もう無茶しないで。一緒に帰ろう。これこそ余計な。ミラン大丈夫！やっぱり前世でも、維新とミランは仲が良かったけど、ヴィランの見た目が理由だっただけね。結局、外見だけだったんだ。綾乃ね、私の何がいけなかったの？昨日は私の顔を台無しにして、今日はみんなの前で私を叩いた！自分から殴られに来たんだから、殴らないと損だよね。どうやら、まだ懲りてないみたいね。あの時、テラでの振る舞いは、やっぱりわざとだったんだな。今の意地悪な態度こそ、これが本当の顔なんだな。役人に届けるぞ。どうやら綾野様は、自分で払うしかないみたいだね。お嬢さん、今日の宝石の損失額は合計876両だよ。
今ここで支払えないなら、俺としては役人に届けるしかないね。仕方ないから、お役人に訴えるしかありませんね。金1両と銀8両。きっちり計算すると、昨日手に入れた金が今日全部なくなっちゃうんだね。綾乃。さて、今日はどうやって切り抜けるの？でも姉さんはまだ嫁いでいないし、もし訴訟になったら、これからお嫁に行けなくなっちゃうよね。そんな横柄な性格じゃ、今日の騒ぎが状況で噂になったら、誰もお前なんて嫁に欲しがらないよ。ほんとよね。ミランジメ。やっぱり優しいね。姉さんにあんなことされても、それでもかばうなんて、信じられないよ。どんなに無茶しても、やっぱり姉なんだもん。もういい、ヴィラン。満曲座で芝居でもやればいいのに、それができないなんて、もったいないね。まったく。買えばいいんでしょ？買うだけよ。ロリアンは、バハが持ってた時からずっと決まってた。偽物なら10倍返しのルールよ。畑、キャマリョツに乗っ取られてからは、こっそり金儲けして偽物を作ってた。前世、ロリアンを取り戻したらみんな返金しに来た。今日こそ、飲み込んだものを全部吐き出してもらうわ。存じ上げず、ご無礼をいたしました。先ほどはご無礼いたしました。2階は、上は全部2階は全部、お偉いさん専用の宝石ばかりです。よろしければ2階も見てみませんか？待て！こんな大金、どこから持ってきたんだ？まさか盗んだんじゃないよな。主にどれだけ可愛がられても、2階のアクセサリーは一度ももらえなかったわ。あれこそ、本当に貴族しか手に入らないものよ。ええ、綾野城。もしよろしければ、この金の由来を教えていただけますか？もしこれが廃棄物でしたら、ちょっと受け取るわけにはいきませんので。俺でも、そんな大金は気軽に出せないぞ。綾野？その金、一体どうやって手に…白川城ってあまり可愛がられてないって聞いたよ。これが白川少女の娘か。こんなに渡すわけないよね。それ、絶対に廃棄物だよ。昨日の件でおじさんとおばさんは、白川綾乃を根深く恨んでるわ。絶対に彼女をかばってくれないよ。通報したのは誰だ？通報したのは誰だ？本郷は、この100両の金の出所が怪しいと疑っている。大和浅野立法に従えば、多額の金が絡む疑いのある事件では、疑われた者は、杖刑20回を受けることになっている。やめなさい！10万の、濁して！今ここでちゃんと話せば、まだ間に合うぞ。俺は京長心と顔が利く。ひざまずいて俺に頼めば、痛い目に遭わずに済むぞ。よしぶ。吐き気がするわ。本郷はお前に甘くしすぎたのか？自分の身分を忘れたのか？寺で育った頼る人もいない女が何様のつもりで本郷に逆らうんだ。やれ！もまれ！王子様。王子様、この女は裏表があります。絶対に騙されちゃダメですよ。この金、もしかしたら彼女が盗んだんじゃないですか？盗んだって？証拠はあるのか？証拠はないけど、俺ですら、この100両は出せないんだ。頼る人もいない女が、出せるわけないだろ？王子様、どうか、彼女に騙されないでください。世がやることに、お前の指図はいらぬ。どういうことだ？まさか、彼女をかばうつもりなのか？それがどうした？桜義信。でたらめ言わないで。よくも俺を殴ったな。ちゃんと目を開けてみろよ。しっかり見ろ。これ、なんだ？桐原家の旦那様が証明してくれたの？お前、知ってたのか？さっきうっかりしてたの。お前！わかってるのか？お前のせいで大恥かいたじゃないか。いやー、誤解だったとは。まあまあ、お二人とも落ち着いてください。お嬢さん、じゃあ、お金は預かりますね。さっさと梶まりを包んで、綾野城のお屋敷に届けるんだろ？はい。今日はお役人さん、本当にご苦労様でした。
いや、画会だったんですよ。お酒代は私が払います。行くぞ。待て。今こそ役人に訴えるわ。ロリアンは偽物を売ってます。偽物？高い金を出してリリアロンで婚礼用の飾りを買ったのに、もし偽物だったら結婚がダメになっちゃうじゃないか。お嬢様、そんなこと軽々しく言わないでください。証拠でもあるんですか？偽物だとしていたのに。なのに、なぜ買ったんだ？王子殿下、どうかご発言はご慎重に。この方は証拠もないのにデタラメを言ってるんです。役所に訴えたとしても、こっちの方が正しいんですよ。姉様、寺にこもってばかりで、こういう飾りいくつわかるの？ここでごちゃごちゃ言わないで。お前なんか、何の価値もないだろ。どっか行け。俺の目を汚すな。あんた急いでおば様のところへ行って、白川綾乃が揉めてるって伝えて。大津殿下が後ろ殿でも、それがどうしたの？ルリーワンはおばの持参品、白川家の財産よ。王子殿下がどれだけ手を伸ばしても、家臣の家まで口出しできないんだから。痛いからもう少し優しくして。はい、奥様。白川綾の目。奥様、落ち着いてください。恐らなくと大丈夫です。彼女を懲らしめたいなら、これからいくらでも機会があります。旦那様ったら100両なんてあっさり渡しちゃうし、今家の出費がすごくて、吉田則夫の店だけじゃ、もうやりくりできなくなってきたわ。ロリアンは毎日すごく儲かってますよ。もっと人手を増やして、ツトの新しいデザインをたくさん作れば、状況のお嬢様たちがきっと飛びつきます。稼ぐのなんて、奥様なら簡単ですよ。まあ、それなら私には簡単なことよ。大変です、奥様。白川綾乃がルリアンで騒ぎを起こしています。え？姉さん、本当に騒ぎを大きくするつもり？おばさんにバレたら、めちゃくちゃ怒られるよ。綾乃。今日ね、自業自得だよ。レーナ！この下世状！氷川夫人。サオランジオン軍。どうしてここに？俺がどこへ行こうと、いちいちお前に知らせる必要があるのか。いや、ただ。綾乃、私のことを悪く言って、一体何がしたいの？悪意で中傷したってこと？そう。よりあのことを全部偽物だって言ったけど、あんたはずっと寺にいたから何も知らないでしょ？私のルリアンはずっと宝飾品を売ってきたのよ。まさか、京都の貴人たちがみんなバカなの？あなたのルリアンね。もちろんよ。もう一言でもふざけたこと言ったらどうなるか分かってる？もしかして、この店が吉田則之のものだって、知ってるの？ありえない。知ってるわけがない。私を騙そうとしてるだけだ。当たり前よ。私はもう白川家に嫁いだのよ。リリアンは白川家のものよ。お母様、どうかお怒りにならないでください。姉さんは私に怒ってるんです。姉さんはお寺で修行しているのに、私はお母様にお世話になっているんです。この飾りは全部ルリアンのお宝なんです。だから姉さんが嫉妬しちゃったんだと思います。私、やっぱり帰った方がいいですよね。姉さんの目を汚しちゃいけないし。そう思います。なんであんたが帰るのよ？蓮夫人の娘だから何度も我慢してきたのに、あんたは図に乗って親孝行なんて全然考えてないのね。今日は母親としてしっかり叱ってやるからね。霊波と茶では不幸も重罪だ。お前たち、この逆女をひざまずかせなさい。今日、私の前で、誰も彼女に手を出すな。王子様。白川家のことまで口出しするつもりですか？三男ジョングって、普段は他人のことなんて N 気にしないのに、なんで白川綾乃のことだけ N こんなに構うんだ？まさか、いや、ありえない。皆さんどう思います？家のことを思ってずっと我慢してきたのに、でも、なのに彼女はどんどんひどくなって、性格がすっかり歪んでしまった。私がこの世を去った後、先夫人にどうやって顔向けすればいいのよ。やっぱり白川夫人は優しいですね。実のお母さんはもう亡くなっているし、今はあなたがお母さんなんですよ。母親のしつけが大事ですよ。もっとちゃんと教えないとね。そうそう、心を鬼にしてやらないと、子供は叩いてこそ育つものよ。きちんと叱ってやらないとね。
ただの側室でしょ？主婦になれるとでも思ってるの？あんたおばさま、姉様あのカジノを全部偽物だと思ってるのよ。もし許してあげなければ、彼女は希望罪で、居城府に連れて行かれるわよ。竹門は白川家の店を何十年も真面目に心を込めて尽くしてきました。今リリアンが偽物を売ってるなんて絶対に認めません。奥様、どうかご判断ください。綾乃姉がこんなことをするなんて全然反省しないのね。じゃ、情け容赦しないわ。この女はルリアーニの品物を壊し、評判を傷つけた。コロコウ君。オーファーなんて無視してるわ。それでも止めるの？うちの姉さん、私に勝てるわけないでしょ。末家、たっぷり楽しんでね。待て。朝倉義ムーンウォーズ。俺にめげけにしてほしいと頼めば、女は嫁いだら夫に従うものだ。罰は免除してやる。どうだ？私はそうは思わない。興味ないわ。このね、どこかで見たことがある気がする。飯呼んだめ。お前みたいな卑しい奴。王子殿下に手を出すなんて。綾乃、白川家を滅ぼすつもりなの？飯女め、何がおかしいんだ？あなたたちのことを笑っているのよ。あんた、レーナ様。お呼びした方をお連れしました。なんであの人が来たの？どなた？この方は柳田師匠です。そうだ。ルリアンの師匠だったんだよ。何があったのかわからないけど、数年前にいなくなったんだ。そうね。それ以来、ロリアンのデザインやスタイルが前ほど良くなくなった気がする。もしかして、ゲタラメ言わないで。王様、これは。柳田師匠、ありがとうございます。何する気なの？前にも言っただろう。リリアンは世間から信頼される店でなきゃならない。金儲けだけを考えて、魂のこもってない品を作るな。あんた、やましいことしてないなら、誰が来ても怖くないでしょ。何をそんなに怯えてるの？証拠もないのにデタラメ言わないで。リリーワの装飾品は全部、ちゃんと純金や純銀で作ってるのよ。このジュエリーも、地域から取り寄せた珍しい品なのよ。確かにね、うちの隣の姉さんが急にお金が必要になって質屋に出したことがあるけど、素材は偽物だなんて言ってなかったよ。聞こえた？ロリアンの師匠二人は、どちらも90の職人さんなの。偽物を作られないように、結合棒で作ったジュエリーや装飾品には、必ずルリアンって刻まれてるの。前は気づかなかったけど、本当に文字が入ってるなんて前は気づかなかったけど、本当に文字が刻まれてるんだね。ちゃんと準備してたのよ。全部のアクセサリーに新しい職人に頼んで文字を彫らせたの。そうだ。朝倉王子と俺は、物を作るたびに、必ず文字を刻んでいるんだ。ルリーアンの創業当初、創業主が俺たちに伝えてくれた、誠実を基本にしろって。だから、このそろばんには、偽物だったら10倍返しって刻んであるんだ。これってずっと1階に置いてある店の自慢の品じゃない？そうだ！これがルリアイの信用なんだ！ロリアンの3文字は、朝倉王と俺が自分の手で刻んだんだ。偽造を防ぐために、ロの字はね、わざと点を一つ省いたんだ。みんな、この数盛りを見て、字がちゃんと整ってるし、リの字も正しく刻まれてる。だから、これは偽物に間違いないんだ。まあ私が持っているこのカジマは、マハが残してくれたものなんです。柳田師匠が昔作ってくれたものです。二つを比べてみれば、一目で本物かどうかわかります。なるほど。あの方のお子さんだったのか。道理で個人の面影がある。間違いありません。大津電車が証明したから、本物に決まってるよ。偽物だったら10倍返しだよ。間違いないよ。この老いぼれは、これにて失礼いたします、お嬢様。
もし私でお役に立てることがあれば、この年寄りでも、できる限りお手伝いします。柳田をお送りいたします。ロリアン、偽物売ってるぞ。出てこい。金返せ。金返せ。どこにいたんだ？いないぞ。さっきまでここにいたのに。賠償してもらえる？金返せ。あなたが直接払うのか、それとも白川邸に行って旦那様に請求しようか。さっきみんな聞いてたよね。白川夫人が。ルディアバは白川家の店だって言ってたよ。たとえ今から白川邸に行って、直接旦那様にお金をお願いしても、それが当然でしょう。旦那様は対面をすごく気にするから、もし騒ぎになったら、離縁されるかもしれない。金返せ。白川店にはじゃあ、いいよ。じゃあ、私にお金を払って。たった今100両払って、この偽物をつかまされたばかりよ。偽物だったら10倍返しが決まりでしょ？だから、あんたが私に8760両払わなきゃ。頭おかしいんじゃないの？見た感じじゃ、どうせ払えないでしょ？だって、こんな大きな借金があるんだから、役人さん。法律に従えば、杖刑になるんじゃない？偽物なら10倍返しって決まりだよね。リリアンにはこの何年かで、たくさんアクセサリーを売ってきたけど、ざっと計算すると、数十万両くらいになるよ。みんな、聞こえたよね。お金もらいに行こう。白川邸に押しかけて、白川少将は偉い役人だし、お金もたっぷりあるし、絶対に約束守るはずだから。このお金は、必ずみんなに払ってくれるよ。お嬢様、これ、もともとお母様の嫁入り道具ですよね。こんなに大きな借金まで抱えて、お嬢様が戻ってきて、結局、厄介なことを引き受けることになるんじゃないですか？もちろん違うよ。このお金はね、白川邸が返すべきだよ。さっき彼女たちが払った8000両で、これでここ数年の損失も十分補えるよ。私がルリアンを任される時には、柳田おじさんと朝倉おじさんもきっと戻ってきて手伝ってくれるよ。元も利息もまとめて全部取り戻すし、ルリアンの名声ももっと広められる。絶対に損しないよ。お嬢様、さすがです。さっき、私を利用していたな。王子様、私たち取引してるだけよ。どうせ彼女はお金を払えないだろう。それでどうするんだ？もし彼女が払えないなら、白川海岸なら金持ちだし、まだ若いし、あと20年働けば、そのうち返せるでしょ？今無理なら、体で払ってもらえばいいじゃない。あら、みんな、役人の邪魔しないでね。お金が欲しいなら、白川少将に頼みなさいよ。大人はこつさないようにしてください。血を見る程度でいいです。わかりました。綾乃、何するのよ。桐原城って、京都一の美人じゃなかった？顔が、どうしたんだ？ひどすぎる。あれも見るんじゃない。消えろ。届かないで！白川家の人間じゃない！桐原よ。ミラ、どうしたの？まさに犬同士の喧嘩って感じね。玉野、行くよ。帰れ！綾乃、俺の手の中からは逃げ、綾乃、俺の手のひらからは逃げられない。吉二部王子様、お願いです。お母さんを助けてください。どっか行け、ブスが。ねえ、ちょっと待って。みんな見て。桐原城のスカートに血がついてるよ。ああ、私の赤ちゃんが。桐原城、未婚なのに妊娠してるなんて。この子の父親は誰なの？まずい。これ以上騒ぎが大きくなったら、もし天皇陛下にバレたら、俺、皇太子になれなくなる。白川綾乃、絶対に殺してやる。今日は本当にお世話になりました。王子様、ありがとうございます。私たちは、協力関係だと言っていたよな。とにかく、私も王子様のお力をお借りしただけです。これからはルリアイの護衛たちを王子様のご命令で動かせます。君は、私の欲しいものが、それだけだと思っているのか？王子様？それってどういうことなんですか？もちろんわかってる。これだけじゃ全然足りないよ。日中後、ミーチューで中秋の宴が開かれる。もし王子殿下がウェタゲで陛下を救えば、陛下の王子殿下への疑いも少しは和らぐはず。今回は、何が欲しいんだ？王子殿下、一つお願いがあります。え？
何考えてるのよ。だって、早漏将軍なんだもん。大津電車、もう家です。お嬢様、気をつけて。お嬢様、顔が赤いですよ。大丈夫ですか？なんでもないよ。急いで行こう。うん。はい。諸キョン、チェンと一緒に、この杯を飲もう。B 社、感謝します。諸君、今日中で変なことがあったって聞いたことある？鈴木京、何か面白い話でもあるのか？ちょっと聞かせてくれ。白川様の姪、ヴィランがまだ嫁いでいないのに、町坂で流産したってさ。これ、変な話だよね。松地ご以上なんて言ってるけど、実は、ずっと誰かの遊び人と、夜にこっそり会ってたんじゃないの？白川様、このことご存知でしたか？平川珍代、この遊び人はどこの家のものなんだ？もしこれが本当なら、チェンが決めてやる。B 社、申し上げます。私の姪、ヴィランは、以前より義神王子と、密かに将来を誓い合っております。どうか陛下のご裁可を賜りますよう、お願い申し上げます。父者、スとミランはちょっと遊んでただけです。結婚のことは、よくお考えください。B 社、どうかお聞きくださいませ。私はもう純血を失いました。もし慶喜王子に望まれるのであれば、この身、いっそ死んだ方がましでございます。だったらじゃあ、死んじまえよ。やれやれ、二護神王子、乱暴すぎるよ。大事な役目は任せられないな。バカ者！では天皇陛下、私は白川少女の娘を正妻として迎えたいです。彼女たちは姉妹なので、何かと心強いでしょう。なんでどこに行ってもあんたばっかりなの？ここまで来ても、西に王子まであんたのことばかり気にしてるなんて。白川綾乃、いなくなればいいのに。野良犬が餌にしがみついてるみたい。白川少女の娘とはどの方だ？B 社、ご報告いたします。新女、通代させていただきます。B 社に逆らうつもりか？俺が無理やりでも押し通したらどうする？危ない場所には近づきません。石に王子を告発します。無番の疑いあり。反乱。白川家娘、何を言ってるか分かっているのか？B 社、申し上げます。私、承知しております。姉様、あなたが私と一緒に同じ塔を夫にするのは嫌なのは分かってるけど、だからって、こんな大罪になるようなことまで言わなくてもいいのに。分かってる？これは旧族皆殺しになるほどの死罪なんだから。なんて娘だ！死ぬなら勝手にしろ！家族まで巻き込むな。B 社、この娘は幼い頃より寺で育ちました。引き取った時には、すでに正気を失っておりました。どうか陛下、この娘を処刑なさってください。これ以上、陛下に恥をかかせるようなことを、言わせないでください。吉ウォーズ。やったことは自分で認めなさい。デタラメを言うな！そんなはずはない。うまく隠したつもりなのに、彼女が気づくわけがない。天宝 B 社、決して謀反など考えておりません。どうか、ご検察ください。白川家沼、何を言ってるか分かっているのか？もしお前の言葉が嘘なら、今日、お前は命を落とすことに。承知しております。よし。証拠はあるのか？そうだよ。証拠はあるのか？綾乃ね、落ち着いて、早く謝って。気が動転したって言えばいい。そうしないと、本当に危ないよ。地方、この女は私を陥れようとしています。必ず償わせるべきです。そうしなければ、誰もが悔いに逆らうようになります。この国が、大混乱になってしまいます。B 社、この件は白川家には、何の関係もないんです。私はずっと、大した功績はありませんが、それでも苦労はしてきました。陛下、
どうか取り乱した娘の感触のせいで、白川家に怒りを向けないでください。やめなさい。みっともないぞ。白川家の娘よ。今日は父上に免じて最後のチャンスをやる。本当に義神王子をズバンで告発するつもりか。神女は吉神王子の謀反をうちの家は不幸だ。本当にうちは不幸だな。こんなことになるならさ、お前が生まれた時に始末しておけばよかった。お前も、あの早死にした母親とまとめて死んじまえばよかったのに。証拠は証拠出せるのか？そうだよ、姉さん。証拠もないのに。これじゃあ、でっち上げでしょ。証拠はあるのか？陛下。証拠は、義士人王子邸です。まさか、彼女が、なんで知ってるんだ？これは、俺を試してるな。動揺しちゃダメだ。でたらめ言うな！スオーメがそんな話信じるわけないだろ！七じゃん。この女の無茶な言い分なんて聞かないでください。巫女様を陥れるなんて、なんてずうずうしい。兵士！この無礼な女を、さっさと引きずり出せ！メテイ。余震大津邸へ向かえ。徹底的に。白川県の目。機会はやった。今日、お前が石神王子の謀反の証拠を出せなければ、王子を陥れた罪で、どうなるか分かっているのか。承知しております。B 社、ご報告です。義神王子邸で地下兵器庫を見つけました。大量の弓矢や槍、矢ゴリがありました。あと、見つけたのは、他には何を見つけた？早く言え！銃砲が一着見つかりました。前世は、朝倉義信がまだ皇太子になる前から、野心むき出しで、いち早く邸に流馬を隠していた。しかも、こっそり朝廷の内外の勢力と手を組んで、自分の軍隊まで作ってた。石井ね。今の人生では、皇太子の座にもつけないよ。本当に俺の息子か。わだれるよ。まさかお前が、そんな野心を抱いていたなんて。天皇 B 社、お許しください。私が間違っていました。天候陛下。バカ者！ B 社、こちらの武器に改造局の刻印が入っていました。やってくれるな。最高だよ。俺はまだ老いていないぞ。お前たち、こっそり結託していたのか。なんて大胆な奴らだ。大胆にも程があるな。B 社、ご冷静に。調べろ。世の命令だ。徹底的に調べ上げろ。B 社、聞いてください。説明します。私は無実です。出て行け。まさか、彼らが反逆しろって頼んできたとでも言うのか。なるほどな。弟たちはみんなもう結婚しているのに、お前だけなかなか嫁をもらわなかったのは、こっそり自分の協力者を選んでいたからか。なるほどな。弟たちはみんなもう嫁をもらっているのになぜお前だけ結婚しないのかと思っていたが、密かに仲間を選んでいたのか。反逆の仲間をな。白川家の目。名を申せ。B 社、お答えします。白川綾乃と申します。よくやった。今回慶喜を告発したことで、大きな功績を立てたな。私の大きな心配の種を取り除いてくれた。必ず、熱く報いるぞ。B 社、ありがとうございます。兵士よ。この逆子を引きずり出せ。父さん、許してください。父じゃん、お助けを！王位は俺のものだ。B 社を守れ！どうだ、ゾロ将軍。B 社のために盾となれるなら、死んでも悔いはありません。B 社を守って退避。はい。この反逆者を討伐せよ！ミラン、狂ってるぞ。
やっと終わったね。